おだしこんちこんばんは、ポーテンス今日で全部やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ハロウィンだし PK イベント行きたし PK のテンションやっていきたいなと思います。コメントいただきました。いつも現状ありがとうございます。 PK のイベントも来たことですし、 PK を止めるにはキーパーのどの能力が重視されているのか、身長、影響や PK ストッパーがどれほど運慶受けるのか、ぜひ検証してください。お忙しいと思いますが気が向いた時にご回答くださいということで、ありがとうございます。丁寧にありがとうございます。いつもね。はい、ということでですね、今回これやっていきたいなと思いますよと。実はですね、前回23の時ですね、 PK 期間の比較さんにお願いされたやつですね、出したんですけども、24になってからまだやっておりませんので、違いがあったのかとかね、そういったところも含めてやってきました。今回結果報告ですね。なのでこの動画見ればですね、役に立つ、このイベントにもね役に立つはずかなと、イベントじゃなくても普通に PK の時もね役に立つかなと思いますので、ぜひ見ていただければなと。ということで今回はですね、まずはキッカーの仕様、そしてキーパーの仕様を見てですね、最終的にじゃあ PK キッカーとか PK キーパーってどういう能力なのみたいなところも含めてお話しできればなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでまずはポイントからもう一気に話してしまいましょう。キーカーのポイントは3つあります。1つ目、スワイプする必要がないということ。2つ目、能力関係ない。そして3つ目は読まれても決められることがあるよということ。キーパーのポイントですね、身長が一番大事。そして2つ目は能力ほぼ関係ないという形ですね。これらのポイントをですね、説明していきたいなと思います。まずはキッカーのことについてですね、スワイプする必要がない。これはですね、詳しくは前回の動画概要欄に載っけておきますので見ていただければと思いますけども、軽く説明していくとですね、フリーキックのようにですね、早くスワイプしたりとか曲げるスワイプとかねする必要がありませんよということでございます。見ていただきたいんですけども、押さえ始めた場所と離した場所の長さと角度で蹴る場所が決まりますよという形になっていきますね。なので間はどこ行ってても大丈夫です。右行っても左行っても大丈夫なんですが、押さえ始めた場所と離したところですね、ここの角度によって決まっていくんだよということを知っておいてください。なのでゆっくりですね、狙いたいとこを狙えるということを知っておくと良いと思います。そして2つ目、能力は関係ないというところですね。要はですね、キック力がすごい高いからスピードが速いシュートが打てるとかそういうことじゃないよということですね。どの選手もですね、まず枠外に飛ばすことはありません。心置きなく狙っていただければなと思います。強いて言うならね、 PK キッカーとか若干あるんですが、ここはねまた後で話します。3つ目、読まれても決められることがあるよということ。キーパーにですねコースが読まれていてもですね決められることがあるんだよということを知っておくと良いかなと思います。まずはですね、この辺りですね、今この図に載せているかなと思いますが、この辺りに関してはここはですね、キーパーに読まれたら、コース読まれたらもうほぼ 100% てか 100% ですね止められるという形になっております。相手がどんなキーパーでも止められちゃうよと。右角左角に関してはですね 100% ではないんですね。相手が普通のゴールキーパーであれば絶対ということではないんですけども、少ない確率ではなるんですが決められることがあるということは知っておくと良いかなと思います。でちなみになんですけど、相手が例えばふざけてフォワードとかをゴールキーパーにしてたりとかすると、ここはですねほぼ入るようになってきます。なのでこの辺はですね、知っておくと良いかなと思います。で詳しくはですね本当にまた概要欄に動画載っけておくので見ていただければと思いますけど、この右側のですねネットのこのシワのところに矢印が行くようにですね蹴れるとこのキックができるようになります。やり方はですね、ボールから押さえ始めてですね後ろのポールを目指してください。そうするとですね結構このやり方がうまくいきますので、これ気になる方はですね練習モード等でですねやってみてください。すぐできるようになりますのでね、やってみてください。はい、ということでこの時点でですねキッカーからするとですね、選択肢として真ん中か右上もしくは左上しかなくなりますよね。でそもそも吹かすこととかないわけだから、右下左下に蹴ってもですね何の意味もない、右下に蹴るんだったら右上に蹴れっていう話になってくるので、ぜひですね友達等でですね右下に蹴ってる子と左下に蹴ってる子いたらですね、僕の動画教えてあげてくださいはい、次ゴールキーパーですね。ゴールキーパー一番大事なのは身長になります。悲しい現実ではあるんですけども、これどういうことかというとですね、基本的には同じなんですけど、先ほどキッカーの時に話をした読まれていても決められることがあるこの右角左角のここですね、ここの仕様についてですね身長が大きく関係してきます。で今回もですね173センチの PK キーパー持ちの選手でやってみました。これでもねやっぱり結構入っちゃう、50% ぐらいで入っちゃいますかね。ということが分かりましたね。普通のガチスカ級のキーパー115センチ117センチとかそれぐらいのキーパーであれば何も問題ありません。これ PK キーパー持ってなくても何も問題ありませんので、基本的には問題ありませんので、安心して自分の今のガチスカのキーパー使っていただければ大丈夫です。で2つ目、能力ほぼ関係ない。基本的には関係ないですね。著しく低すぎるとちょっとね
変わってくる場合があるんですけど、先ほどの右角左角ここがね変わってきます。そこ以外に関しては基本的に変わりませんので安心していただければと思います。フィールドプレイヤー使っても何も変わんないですね。カイル・ウォーカーとかゴールキーパーにしてもらっても全然問題ないですね。はい、なのでキーパーに関しては普通にガチスカ使ってくれればですね基本的には問題ないんですけど、一応仕様として知っておきたくないですか読んでんのに決められるとかたまったもんじゃないわけですから、キーパーからしたら。そこをですねちょっとだけ深掘りしていきたいなと思いますけども、身長が低いとですねこの角っこのシュートが止めにくくなります。これ見ていただければ分かりますが、同じコースでもですね入る時と入らない時が出てきちゃうんですね。でこの違いが何かというところなんですけども、これは身長に限らずなんですけど、キーパーってセービングが2種類あることが分かりましたね。早く飛べる時と飛べない時があるわけですね。この違いによってですね角っこ止められる止められないが身長低い選手によっては決まってきますよというところですね。手足制限もちろん PK キーパー持ってないです。持ってなくてですね飛ぶタイミングもねこれ見ていただければ分かるんですけど遅いんですよ。遅いんですけど届いちゃうんですね。そもそも届いちゃうっていう、どっちのセービング出ても届いちゃうっていうね。 PK キーパー持ってなくてもですね早く飛ぶ時はあります。こんな感じで早く飛ぶ時はですね見てください、肘曲がってますから余裕なんですよ。肘曲がって止めれちゃってるんで、もうねこの時点でもう身長の格差が出ているという形になっていきますね。では最後にですねスキルの PK キッカー PK キーパー、これがどういう効果があるのかっていうところなんですけども、この今言った角っこのところがすごく重要になってきます。そこ以外に関してですね基本的には変わらないですね。 PK キッカーの方なんですけど、まずこの角っこのシュートがですねちょっとスワイプというかこのスライド指のスライドがですね間違ってもミスってもですねうまいこといくことが多いです。遅いセービングになった時は少しキックをミスってもですね入ることがあります。なので PK キッカーをついてるとこの角っこの判定が若干甘くなるみたいな感覚を持っていくというのかなと思います。で PK キーパーに関してはこの先ほど言ったセービング2種類あると言いました。早く飛べるセービング、この出る確率がですね高くなります。 PK キーパー持ってない場合ですね5回に1回とか2割ぐらいの確率で出てきたりするんですけど、これが PK キーパーを持ってるとですね4回に1回とか3回に1回とか出るようになってきます。その辺の違いがですねありますよということは知っておくというかなと思います。いずれにしてもですね角っこのところでないとほぼ効果は発揮しませんね。じゃあキーパーが速いセービングで PK キッカーがついてる人が蹴ったらどうなるのかって話なんですけど、これはですねキーパーが速いセービングが出た時はキーパーの方が完全に有利です。これもう本当にじゃんけんみたいなもんなので運次第なんですけど、一番強いのは速いセービングが出たキーパーになりますね。で速いセービングが出なかった時は PK キッカーとかその持ってる人の方が有利になると働くという形になっていきますよということで結論、ゴールキーパーはガチスカを、シュートは角をゆっくりスワイプで狙えとします。はい、バーッと喋ってまとめられてるかどうか怪しいですけどもこの辺のポイントをですねちゃんと押さえた上で右上真ん中左上という形でですねどれかを選んでいただけながらやっていただければと思いますのでよろしくお願いします。知っといて損はないのと思いますので、この辺も含めてですねイベントイベントも含めて普通のねオンラインの時の PK とかもそうなんですけどもねやってみてください。あと何かね PK の何かコツとか皆さんがやってるコツとかあればね教えていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。年内3万人を目指しておりますのでこの動画良かったな参考になったなと思ったら高評価チャンネル登録をして友達にもお勧めしてあげてください。個人的にはですね蹴るまでのタイミングを割と遅くしたりとか早く蹴ってみたりとかその辺は駆け引きしたりしてますね。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。